歳の時だったんですけど、当時の理想のバイクはこれだったんですよ。そして、走行距離は9番94467です。こんにちは。唐突だけど買い替えることに決意しました。その理由はね、軽く話してその後間違ってみたいと思います。見ての通り職場にいます。よいしょ。でね、結論から言うと、決済的には、3年のローンはしていましたけど、クロちゃんのね、このタイタン 150cc にと比較してほぼ半分の値段になるんで、結構節約できるでしょ。それが主な理由です。というかそれだけなんですよ。ヘブバンってゲーム知ってますか？よくやってるんですけど、時々イベントがあったりするんですけど、なかなか課金できなくて、クロちゃんを払っていてはすげえそんなに持たないんですよ、お金が。でもこっちは全然楽です。でクロちゃんを買う前になぜそんな思考に至らなかったのかっていうと、当時は分からなかったんですよ。そんな趣味に金を使いたかったのかっていうことをまだ気づけなくて、気づけたのはかなりでかいと思います。その他に結構ね、金が余るんですよ。安いバイクだとメンテナンスするにあたっても大抵のものは半分に削るんですよ。しかも会いに行くとさ、バイクを鳴らして学んだ時、14歳の時だったんですけど、当時の理想のバイクはこれだったんですよ。結構案外っていうか、あいにくというかこちらね、タイタン ES150cc です。ホンダのバイクです。ホンダ 150cc なので、結構ね、力に差は感じないんですよ。むしろこっちの方が、馬力があるような気がしますけど、クロちゃんはミックスだったので、そんなに馬力は出ないものなんですよ。そういうものです。でこっちは見ての通り、高速度になっても結構ね、グリップがあるんですよ。ミックスじゃないからさ。でそのミックスとはね、分かる方いると思うんですけど、結構まだ知らないっていう方もいると思うので、軽く説明すると、こうした道も高速度だったとしても何でも走れるバイクという、こっちも全然走れるんですけど、性能的には、クロちゃんの方がミックスだったので、クロちゃんの方がもちろんどんなところだろうと走れるぞっていう、仮にその道が道路まみれていたとしても走れるんですよ。こっちはそんなに余裕がないんですけど、俺としてはこっちの方がいいと思うんですよ。どうせさ、道路まみれの道走りたがらないんですよね。オフロード専用のバイクだったら全然、むしろ絶対に走りたくなるもんですよね、きっと。でこっちはキャブレーターなんですよね。キャブレーターでモーターエンジンもついてて、前の装備アイテムもこちらに移らせてもらいました。充電もできます。ほら、軽く車体を紹介してみましたが、
また後日にバイクにまたがってどういう感じのバイクとかをねお見せしたいと思います。エンジン音がいいんですよ、個人的に思うんですけど、どうでしょうね皆さんからしたらまあその後見てもらえるのでコメントください。では行きます。青い空の青さを知るホンダ回転 150cc でございます。こちらです。中を見て回りましょう。まずは停車いたします。キャブレーターが調子が悪いんです。調子が悪いんですよ。熱いこんな感じです。そしてキャブレーターでございます。これはおそらく品質がもうダメで間もなく新品に買い替えたいと思います。エンジンは結構ねまだまだ全然使えます。そして走行距離は94,467です。まあエンジンはそれから4万くらいはまだ走れるんじゃないですか。あとこういうバイクのいいところはメンテナンスがめちゃめちゃ安い、激安だからね、俺はこういうバイクが大好きなんですよ。このディスクブレーキじゃないや、これの何て言うんだっけ忘れちゃいました。まあこれがね性能的には結構軽減してしまいましたが、俺としては大好みです。これがねすんげえ伝わるんですよ。これがねまさに手動って感じですよ。こうディスクブレーキならこんだけ握ればもう結構ね止まってくれるんですよ。ディスクブレーキの 20% はこちらのこれほどの7、8割くらいになるんですよ。それだけの差があるわけです。だから力がいる場合が多々であります。もうね500キロ近く走ってるんですけど、すんげえここまで使わなければなかなか止まらないこともあります。はい、それじゃあまたがって走っていきたいと思います。はじめに皆さんにお聞きしたいことがあります。趣味はありますか？皆さん。俺ね、ヘルバンが大趣味っていうか、そんな表現使われてますか？日本人はさ。金使いたいんですよ。課金したい。ゲームに。そしたらもっと、楽しめることができるんですよ。しかもね、ヘルバンのいいところは、ちゃんと客のことを考えてくれてるっていうことが伝わるんですよ。数日が続いてさ、キャブレーターの調子がすげえ悪いんです。続きますけど、土日だけ暇があるっていう方のことを考えてくれるんですよ。ヘルバン側の人間がさ、それをちゃんと考慮してくれてるってことが伝わるんです。ストーリーとか曲も好きなんですけど、前田の本でやりますけど、それでもさ、ちゃんといいコンテンツになってるんで、まだやってない方はぜひプレイしてみてください。はい、レビューに戻ります。それがね、主な理由で、バイクがそんなに性能とかさ、見た目とかそんなに気にしないよ。それよりもメンテナンスが安い、部品が手に入りやすいと、クロちゃんの部品が手に届くんですけど、それよりもこっち側ね、断然あるんだよ。探せばすぐに見つかる。すぐに見つけるわけなんで、それなりに、部品が安いんですよ。部品が安くなる一つの要素でもあるんですけど、こっちがね、部品がより小さめなんで、しかも年式的には古い方なんですよ。2008年式です。そういうわけもあって、メンテナンスがだいぶ安いんですよ。マジで安い。しかも案外さ、買った後思い出したんですけど、
前バイクの話を覚えた時、皆さんどういうバイクが欲しかったと思いますか？なんとこのタイタン ES150cc でした。すげえどんなことがあるんですね。重量が軽くて自在に扱えるバイクです。これまあこっちはね公道車ないんでそんなバカなことはしてもいいんですよ。公道じゃなくてちゃんとこう誰も通らない道にやってます。加速面では今まで所持してきたバイクの中でこれが一番できるやつ。高速度を主に走ってるんでこれが利点だなって思います。毎日仕事に来ててこれが公道じゃない舗装じゃない道なんですけど、これが見ての通り全然楽、全然いけるんです。理想としては最低でも 250cc が最適なのかなって思います。乗ったことがないんですけど 160cc 以上のバイクには乗ったことがないんですけど、できればもっとパワーが欲しいかなって思いますが、これがね、人数は合ってないんですよ。ブラジルの税金はめちゃめちゃ高い。税金さえなければ自動車の車種を問わず何だって2倍になるんですよ。場合によっては3、4倍ぐらいになってるんで、これはもうわかるですよね、皆さん。だから手に届く範囲に、好みに合うものを選びました。さっき趣味のことを聞いてみたんですけど、皆さんは趣味を楽しんでいるんでしょうか？趣味を持つのってさ、結構大事なんですけど、最近は知りました。昔からそれが大事だってことは知ってましたけど、皆さんソーシャルゲームに金振り注いでもさ、得にならないなって思ってたんですよ。なのでプロジェを買ってこれが3年間のローンをしてさ気づいたんですけど、価値がない。自動車1台だけに金注いでもさ価値がないなって感じたんですよ。もう一足でした。止まります。早く戻りますね。怖がられてしまいました。行きます。はい、そのところに止まっている場合じゃない。行きます。この手動で止まる感じがたまらん。本当にね、このブレーキがするんですけど、力入れるだけで止まってくれるんですよ。手動って感じ。はい、誰も来てませんね。いや、そういうものです。はい。皆さん、これ見てください。ガソリンが漏洩しているんですね。それが、ここをね、閉める必要があるわけよ。
閉めて、オフにしてさ、これが時期に止まります。これがね、かなり調子が悪い証拠です。止まらんな。止まれバカ、止まれバカめ、こら。よく見たらこれ白じゃね？水だね。ちょっと匂いを嗅いでみよう。バック。これ水だな。ガソリンか。なるほど、多分ガソリンのはず。ちょっと検索してみよう。ちょっと試してみるか。エンジン始動。止まりましたね。エンジン切ったらどうなるでしょう。止まったな。検索してみて、エンジンの温度が寒いとこうなるって傾向があるらしいんですけど、これは確実にキャブレーターが悪いですね。エンジン切ったらすぐ水かガソリンか出てるんです。多分ガソリンは混ぜてるでしょう。こんだけロイしたら。そのうち直すんで大丈夫。ちょっと記念に一個写真撮ります。はい、ルーカスの様子日常でした。Thank you.